どうもこんにちは、ペロガサキです。昨日会社から帰ってきた時に結構ちょうどいいタイミングでこちらの荷物が届きました。デアゴスティーニの段ボール。ここにカッター現金と書いてあるんですが、本当にね、カッターを使ったら危ないぐらいびっちり商品が詰まっていましたね。ほい、こちらです。恐竜&コービッグ。というわけで、デアゴスティーニの食玩&コーシリーズの最新弾が出ていたんで、ネットでコンプリートセットを注文していたんですが、それが昨日届きました。で、前回購入したのがこちらのシーモンスターズ&コービッグっていう商品になるんですけれども、これ見ていただいて分かる通り、箱がこんな感じでかなりでっかくなってるんですよね。一応大きめの白バッグをつけているんですが、画角に収めようとすると、周りのちょっと映ってはいけないものまで映り込んでしまいます。では側面のラインナップ見ていきましょう。まずノーマルアソート、ステゴサウルス、ティラノサウルス、ベロキラプトル、プテロダクティルス、トリケラトプス、パラサウロロフス、アンキロサウルス、ディロフォサウルス、ブロントサウルス、そして温度で色が変わるカルノタウルス、スピノサウルス、そしてドラコベナトル、暗闇で光るプテラノドン、ギガノトサウルス、そして金色のティラノサウルスとすごく伸びるアウカサウルスというラインナップになっています。さあでは開封していきましょう。こう袋持ってみた感じ、やっぱり前回よりでっかい気がしますね。ただ中身は触ってみた感じそんなに大きくもないんですよね。じゃあ開けてみましょう。お、あれ、あ、ちょっと待って、これそっか、これコンプリートセットだと食玩じゃないんですね。お菓子欲しかった。さあ一つ目はプテラノドン。お、これ暗闇で光るアイテムですね。でブックレットはこんな感じになっていて、表紙に個体のイラストが書いてあります。そして中身、ライバルをゲットして戦わせよう。でプテラノドンのステータスみたいなものが書いてあります。そしてこちらが図鑑。こんな感じで細かな解説が書いてあります。人間とのサイズ比とかも書いてあるんですね。そして最終の見開きはラインナップ表です。さあ物見ていきましょう。こんな感じです。非常にねプルプルしているんですが、顔であったりとか体の細かな造形なんかはかなりしっかりと作られている印象ですね。翼膜っていうんですかね。この翼の膜のところに細かいシワみたいなものも造形されていて、かなりこう質感もそれっぽさがあります。紐とかで天井からぶら下げても面白いかもしれません。プルプルです。ちなみにこちらは暗闇で光るアイテムになってますんで、また夜になったら試してみましょう。さあ次ですが、これは触った感じ結構大きい気がする。さあ次は何かな。おお、何これ。次はこちら、ドラコベナトル。温度で色が変わります。リーフレットはこんな感じ。こういう2足の恐竜はちゃんと立てるのか心配だったんですが、こういう風に尻尾と両足でバランスを取る形でしっかりと自立することができます。そこが一番の懸念材料だったんで、ちゃんと自立できるのは結構嬉しい。で、お顔はこんな感じです。大きく口を開けていて、で頭には非常に特徴的な2本の真っ赤なトサカが生えているんですが、これは頑丈なヘルメットでもあると書かれてますね。全身は水色で、お腹の側の部分、こちらがグレーに塗装されていますね。色が変わるということなんですが、ここの水色の部分が変わるんでしょうか。体長は2メートル程度の小さめの肉食恐竜、ドラコベナトルでした。さあ3つ目いきましょう。こちらも胴体が太い感じがします。おいしょ。おお、これはあれ、出ました。ティラノサウルススーパーレア金色だって書いてあります。思った以上に出来も良さそう。でリーフレットはこんな風になっているんですが、これは基本的には情報は通常のティラノと一緒なんでしょうか。
3個目にしてきました。金色のティラノサウルス。全身が金色なんですが、こういった細かい部分の造形もしっかりしているので、なかなかリアルな雰囲気でかっこいいティラノサウルスですね。金色っていうことなんですけど、そんなにキンキラっていう感じではないので、なんか実際にいてもおかしくなさそうな、ちょうどいい色合いになってますね。これはかっこいい。こちらもちゃんと足と尻尾を使って自立させることができます。さっきのドラコベナトルとサイズ比較するとこんな感じ。ディロフォサウルス。このような感じ。すごいちっちゃいですね。1.5 メートル。小柄な女の子ぐらいのサイズっていう感じなんでしょうか。そう思うと可愛く見えてきました。ボディちゃんとスケール一緒かもしれませんね。身長がだいたい同じぐらいです。濃いグリーンのボディに少し薄めのグリーンで塗装が入っていて、全身のモールドが浮き出たような形になってるんですが、すごい渋い色合いでかっこいいですね。顔はこんな感じになっていて、今までちょっとチェックしてこなかったんですが、口の中、下までしっかり塗装されています。こうやって見るとなかなか怖いですね。こんな感じで大きな2本のトサカがとても特徴的な恐竜です。このカラーリングいいな。せっかくライバル揃ったんで並べてあげましょう。これやってるな。これ出ました。塗装が全然違うんで気がつかなかったんですが、これ出ましたね。造形一緒のやつでした。前回のシーモンスターズ&コビッグでも造形一緒のやつが結構入ってたんで、今回のもそういう仕様になってるんですね。これだけ塗装が違っていると全く別のものに見えるんで、そこは全然いいかなっていうふうに思います。さあ次はこちらです。かわいいですね。パラサウロロフス。ベロキラプトルがライバルに設定されていて、大きさはだいたい3メートルぐらい。非常に肉厚で、結構腕や足が筋肉質に作られています。体は薄茶色。特徴的な模様がこのように描かれています。顔はこんな感じです。ガチョウのようなくちばしと後頭部のやけに目立つトサカが特徴と書かれてますね。表面がブルーに塗装されていて、トサカに行くに従って赤く色が変化していっています。さあ次はこちら。スーパーレア、すごく伸びるアウカサウルス。もう一つのスーパーレアが出ました。プテラノドンのライバルアウカサウルス。思ったよりちっちゃいんですね。手に持った感じ、今までのものよりプルプル感が弱いような気がしますね。これ今まで説明しなかったんですけど、中にビーズが入っているんですけど、これだけちょっと感触がね、ビーズの感触じゃないんですよね。粘土的なものが入ってるのかな。こんな感じで特徴的な大きな角が左右に生えていて、目の周りは真っ黒。ちょっと怖い感じがしますね。全身にトゲが生えていて、皮膚はすごく硬い鎧のような形になっていますね。足腰もしっかりしているので非常に立たせやすいです。で、すごく伸びるっていうことなんですが、どんだけ違うのか、ちょっと今から比較してみましょう。うわぁ、中身も一緒に伸びてる感じですね。あんまりやるとちぎれそうだからやめておこう。あれ結構いけるな。中の材質も伸びるものになっているんで、こっちの方がよく伸びるということだと思うんですが、僕は鑑賞用にしたいなって思うんで、あんまりそういう遊び方はしないかな。というわけでスーパーレア2つ目、アウカサウルスでした。ちょっと待てよ。なんか形が一緒に見える。さあ次はこちら。カルノタウルスです。アンキロサウルスがライバルに設定されていて、体長9メートルで高さ3メートル。じゃあ先ほどのアウカサウルスと全く同じ造形になっています。この燃えるような体の色がとてもかっこいいですね。そしてこちらは温度で色が変わる仕様になっております。後でまとめて遊んでみましょう。こっちの方だけちょっと重心が前側に偏っていて、立たせるのが難しかったです。ティラノサウルスだ。なんかうんこみたいな出てきちゃった。何これ。しまった。ハサミで尻尾の先を切り落としてしまいました。こういうアクシデントも起こり得るんで、ハサミでの開封は
おすすめしません。さあ、次はこちらです。あ、これティラノサウルスじゃないのか。暗闇で光るギガノトサウルス。ライバルはスピノサウルスで、高さ4メートル。体長は13メートル。こんな感じですね。ティラノサウルスと造形は全く一緒になっていて、結構特徴的な蛍光イエローみたいな黄色い体をしていて、さらに上に赤い塗装が施されています。こう真上から見ると十字架みたいな形になっているのが面白いですね。こちらは暗闇で光ります。お、でっかい。もう目が可愛らしいですね。さあ次はこちらです。アンキロサウルス。ライバルはカルノタウルス。体長6メートルで高さも幅も約2メートル。やっぱり草食恐竜っていうことだけあって非常に優しい顔をしていますね。背中は甲羅のような厚い皮膚で覆われ、尖ったスパイクがたくさん並んでいる。尻尾の先端がこんな風にね、なんか玉状になっているのが特徴なんですが、肉食の敵が攻撃してきたらハンマーのように重くて強い尻尾を振り回して追い払うと書いてありますね。ライバルのカルノタウルスと並べるとこんな感じです。よいしょ。おー。さあ次はこちら。ステゴサウルス。ライバルはブロントサウルスで体長6メートル、高さ3.5メートル。体表は全体が濃いグリーンで、板状のトゲの部分は赤茶色になっています。瞳が黄色一色なんですが、これ塗り忘れとかじゃないのかな。ちょっと黒目がなくて怖い感じの目をしていますね。そしてこのように尻尾の先端には尖ったね、角のようなものが生えていて、これもまあ強力な武器になるということですね。結構しっかりと自立できています。お、次はトリケラトプス。ライバルはティラノサウルスで体長9メートル、高さは3メートル。こんな感じになっていて、特徴的な2本の大きな角。こちらもプルンプルンしているんですが、この角の付け根のあたりから顔が紫色に塗られていて、胴体も背中側が紫に塗られています。シワというか鱗の感じがところどころ形が違っていたりとか、なかなか凝った作りになってますね。この体の幅が広いんで、押した時の感触がより楽しめますね。プテロダクティルス。ライバルはブロントサウルス。体長は30センチ。翼を広げて横幅1メートル。コウモリのような薄い翼が特徴と書いてあるんですが、ちょっと大きめのコウモリぐらいの大きさのようです。こちらはプテラノドンの色違いとなっております。次は首長竜ですね。ブロントサウルス。ライバルはプテロダクティルス。体長23メートルで高さ8メートル。重さは18トン。首長竜っていうのはなんかロマンがありますよね。こんな風に尻尾が前側に向かってカーブしているんで、重心が安定してしっかりと立たせることができています。割と首の中の方までしっかりビーズが詰まっていて、全体は薄い抹茶色、体の模様が濃いグリーンで描かれています。こちらも非常に優しげなトカゲのような顔をしていますね。あと出ていないのは、通常のティラノも出てないし、スピノサウルスとベロキラプトル。この3種類か。よいしょ。なんか羽が生えている。さあ次はこちらです。ベロキラプトル。ライバルはパラサウロロフス。体長は2メートルで高さ 1.5 メートル。体は全体が茶色くなっていて、ところどころ緑に塗られています。腕のこの辺りから羽毛が生えています。こういう形のラプトルは僕初めて見ましたね。そして頭も上から鳥のトサカのように羽毛が生えていて、こちらも表面に細かいモールドとか入ってて、ちゃんと羽毛っぽい処理がされていますね。そして尻尾も先端からこういう風に羽毛が生えています。なんか愛嬌のある顔をしていて、なかなかいいんじゃないでしょうか。スケール感も結構12分の1サイズと一緒ぐらいなんで、なかなかいろいろ組み合わせて遊んだりできそうです。というわけで、ベロキラプトルでした。さあ、残すところはあと2つです。いきましょう。ティラノサウルス。さあ、というわけで造形一緒のやつが揃いました。金色、光るやつ、ノーマル。全体がグレーっぽい色になっていて、模様が黒で入っています。
目が光っているような感じでかっこいいですね。ただちょっとこのティラノサウルスも若干立たせるのが大変でした。ちょっと足に癖づいちゃって前重心になっちゃうんですよね。というわけでノーマルバージョンのティラノサウルスでした。では最後開封しましょう。スピノサウルスは多分他のものと形被ってないと思うんで非常に楽しみです。よいしょ。最後はこちら、温度で色が変わるスピノサウルス。小冊子はこんな感じです。ライバルはギガノトサウルス。体長15メートル、高さ6メートル、重さ20トンの最大級の肉食恐竜。はい、体はこんな感じで、ほぼ全体は塗装が入っていません。で、温度で色が変わるっていうことなんで、この体表の色が何色かに変わるんでしょうね。この特徴的な縦に長い顔もしっかり再現されていて、口はビロンビロンなんですが、口の中には長い舌が見えます。手を前に垂らしたようなポーズをとっていて、他の恐竜と並べるとまたちょっといい感じで雰囲気が出ますよね。このスピノサウルス、ドラコベナトル、そしてカルノタウルスの3体は温度で色が変わるということで、こういう風にお湯に浸すと色が変わります。さあ、というわけで無理やり全て机の上に並べてみました。色合いも結構いろんなバリエーションがあるんで、なかなかカラフルな感じになりましたね。非常に迫力があっていい感じです。届いた箱が大きかったんで、結構大きいんじゃないかと思って期待したんですけど、シーモンスターズと比較するとこんな感じですね。特別こっちの方が大きいっていうよりは、尻尾が長い分、ちょっとスペースがいるっていう感じだったのかなって思います。今回はクリアパーツとか一切使っていないんで、中のビーズは見えない仕様なんですが、ちゃんと体の中にビーズが詰まっているんで、こうやって触って楽しむこともできます。ただ、プテラノドンだけはビーズ入ってないですね。というわけで、今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。